はい、皆さんこんにちは。機械系男子のケンイチです。今回はですね、この海辺のカフカを読んで、僕が感じたことについてね、ちょっと小話を一つお話ししたいなと思います。実はね、まだこの海辺のカフカは読み終わってなくて、下巻のね、まだちょっと前半部分、100ページにも行ってないぐらいしか読んでないんですけども、その中でね、海辺のカフカっていうのは、いろんなね、文学的作品とか、いろんな哲学者とか、そういうのをね、どんどん出してくる本なんですよ。すごいね、なんか教養が垣間見えるお話でもあるんですね。で、その中の一つに今回ちょっと焦点を当ててお話ししていこうかなと。で、今回お話しする内容は前回のね、純文学って何っていうのにも少しね、通ずるお話でもあるんですね。それが何かっていうと、この海辺のカフカの中で出てくるフランツ・カフカの紹介ですね。それにでね、思ったことをお話ししていこうかなと思います。このね、タイトルにもなっているカフカですね。これが、フランツ・カフカっていう、文学者、そこから取ってるっていう説明もあって、じゃあそのフランツ・カフカってどういうふうに紹介されてるかっていうと、フランツ・カフカの書く文学は、フランツ・カフカ以外の誰にも書けないっていうふうに書かれてるんですね。で、それがね、ちょっと僕気になって、本当かなって思ったんですよ。それで、一冊だけフランツ・カフカの変身っていう本を読んでみたんですね。そしたらですね、本当に言われてる通り、あの文学は、フランツ・カフカ以外の誰にも書けないなと。なので、この本で紹介されてた文句は、間違いじゃなかったっていうふうに受け取ったんですね。それでね、僕がなんでその、フランツ・カフカの変身っていう文学を読んで、今回お話しする、その純文学との結びつきを考えたかっていうと、前回のおさらいで言うと、純文学っていうのは芸術性を求めてる文学。で、対して大衆文学はエンタメ性だと。娯楽の要素が強いっていう風に書かれてるんですね。純文学が芸術だとします。要は作家によって作り上げられた芸術だと考えると、じゃあ芸術を構成する要素とかっていうのを考えるわけなんですね。その中で僕が、フランツ・カフカの変身を読んでてね、思った一つの要素っていうのは、芸術って緻密さが必要なんじゃないかって思ったんですね。芸術家といえども、最初にね、思い当たる、なんかきっかけはね、あるかもしれない。思い浮かんできたっていう瞬間はあるかもしれないけども、やっぱりそれを作り上げる上において、緻密さ、すごい細部までこだわるっていうのが、やっぱり芸術においては必要不可欠なんじゃないかなと思うんですよ。緻密さっていうのがやっぱり存在するよねっていうのを、スタート地点だとして、一種の仮説だとして考えていくと、フランツ・カフカのあの変身っていう文学にどういう緻密さがあったかっていうのをね、ちょっとお話ししたいなと思います。それがですね、そのフランツ・カフカの変身っていう本を簡単に紹介すると、ある日ですね、主人公がある日朝目覚めたら、毒虫になって、目覚めてたんですよ。で、その毒虫になった状態で家族にも見られて、その家族とか周りのね、反応とか、少しの期間、一緒に生活するんですよ。で、その生活の中でも、やっぱ家族の視線だったりとかを見て、自分のね、存在っていうのに、考える、そういう文学になってるんですね。で、じゃあこの文学の中において、僕が、ここが、フランツ・カフカの一種のすごい緻密さが現れたとこかなっていうのが、最初のね、毒虫っていう表現ですね。で、この毒虫っていう表現は、最初に毒虫の状態で起きたっていう描写から、最後までね、物語が終わるまで、この毒虫がどんな虫なのかって、形状してるのかっていうのが、定められることがないまんま終わるんですよ。で、その間にもやっぱりその家族が見た描写とか、あとはその、作者の描写ですね。足がカサカサ動くとか、顎の部分でドアノブを引っ掛けて、ドアを開けるとかっていう描写があって、そういう細部の描写ってのはあるんだけども、最後までね、全体像としてどういう虫かっていうのはわからないんですよ。僕の中では、最初やっぱ足がカサカサって言ってたんで、ムカデみたいなもんかなって思ったら、おばさんがカブトムシ野郎って呼んだりするんで、カブトムシなのかなと思ったりとか、あとはやっぱアリみたいな見た目とか、クモみたいな見た目とかもいろいろ想像して、でも最後までやっぱ分かんなかったんですね。どういう見た目かっていうのは。これがね、フランツ・カフカの狙ったものかなって思って、おそらくフランツ・カフカにおいては、これを多分毒虫とせずに、ムカデみたいな見た目とかっていう風に記述することができたはずなんですよ。でもそうしなかった。それはですね、フランツ・カフカにとって毒虫っていうものをずっと読者に考えさせるために最後まで伏せたっていうか、形を定めなかったのかなって思って。でそれがね、フランツ・カフカの一種のフランツ・カフカにしかできない技法の一つだと思うんですよ。この本の中でもですね、ルケーチにてっていう本の、説明みたいのが書かれてて、ある処刑機械が出てくる話なんですけども、フランツ・カフカどういうふうに説明されてたかっていうと、その処刑される人たちかな、どういう人かわかんないけども、自分たちの置かれた状況をそのまんま描写するよりかは、
あくまでも処刑機械についての機械の細部までを、まざまざと描写することによって、自分たちの置かれた状況を読者に考えさせようとしたっていう風に書かれてて、それとね、やっぱ似てて、これがね、僕が感じたフランツ・カフカの変身の、緻密さ、芸術性の高いものかなって思ったんですよ。なんでこんなに、毒虫についての描写が多いんだろうっていうのを、読んだ後に考えると、確かに僕は最初から最後まで毒虫についてずっと考えてたなって思わされて、短編だからゆえに結構分かりやすかったりもする。なぜそこまで描写にこだわったのかっていうのが。なので純文学も全部が全部とは言いにくい、ちょっと僕も分かんないんですけども、結構やっぱり描写にこだわる。でその描写にこだわることによって、作者が読者に考えてほしいことというか、読者に与えたい印象っていうのを、若干操作してるっていうか、見る人の、読む人の考えを動かそうとしてる可能性も考えられなくないなと思って、それがね今回感じたちょっと一つの要素でしたね。はい。今回はですね、海辺のカフカを読んで、正確にはフランツ・カフカの変身を読んで、感じた純文学の一つの要素、緻密さっていうものですね、についてお話しさせていただきました。またですね、この海辺のカフカを読んでる間は、おそらく結構純文学ってなんだろうっていうのにすごい考えると思うので、またね、ちょっと、紹介したい話ができたら紹介しようかなと思います。はい。それではですね、今回の動画はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。